ただの料理好きで終わるか、プロの研究家になるか、食を一緒の仕事にするための完全攻略ロードマップ。料理が好き、それだけで仕事にできるほど甘くない。皆さんはこう思ったことはありませんか？自分の作ったレシピで誰かを幸せにしたい。好きな料理を一緒の仕事にできたらどんなに最高だろうって。でも現実はどうでしょう？憧れの料理研究家になったものの、レシピ一つ生み出すのに何十回と試作を繰り返し、深夜までパソコンに向かって執筆。知名度が上がるまでは収入も不安定で厳しい競争にさらされる毎日。料理系料理研究家完全攻略バイブル。正直に言います。ただ料理がうまいだけでは今の時代絶対に生き残れません。しかし正しい戦略と最新の市場の波をつかむことができれば、料理研究家は世界中にあなたのファンを作り、人々の健康を守り、そして自分自身も豊かになれる最高にクリエイティブな職業になります。今日は日本における料理系料理研究家の仕事内容、進路、年収、そして2026年以降の勝ち筋まで、そのすべてを一枚の地図にまとめました。これから食のプロを目指す方はもちろん、いつか自分の料理を形にしたいという考えを持っている方、この動画を最後まで見れば、あなたが明日から何をすべきか、その答えが 100% 見つかります。それでは本編へ行きましょう。1、あなたはどっち？料理人と料理研究家の決定的な違い。さて、まず皆さんに質問です。美味しい料理を作るプロといえば、料理人、シェフを思い浮かべますよね。では、料理研究家とは何が違うでしょうか？一言で言えば、料理人は目の前のお客さんを満足させる一皿を作るプロ。対して、料理研究家は料理に関する研究や調査を行い、その結果をベースに料理の技術や知識を広めるプロなんです。つまり、あなたのゴールは美味しいものを作ることそのものではなく、その作り方や魅力を言語化して多くの人に届けることにあります。具体的にどんな活動をしているのか。主にこの3つの柱で成り立っています。1、料理の技術や知識を追求。2、レシピという価値の創造。3、教育やメディアを通じて普及。皆さんもお気に入りの料理本の著者がなぜあんなに詳しく火加減や塩のタイミングを説明できるのか不思議に思ったことはありませんか？それは彼らが食材の特性や調理による変化を科学的に研究し、誰が作っても美味しくなる再現性を追求しているからなんです。いわばキッチンという名のラボ、研究所にこもる科学者。それが料理研究家の正体というわけです。2、料理研究家の8つの顔、その多岐にわたる仕事内容。料理研究家ってテレビに出る以外に何をして稼いでるの？そんな疑問にお答えしましょう。実はこの仕事には大きく分けて8つの顔があるなんです。これ
全部一人でやる必要はありません。自分の得意なものを見つけるのが成功の近道ですよ。一つ目はレシピ開発。新しいコンセプトの料理を考案し、材料の組み合わせを何通りも試します。二つ目は料理技術の研究。最適な調理法を見つけるための実験です。三つ目は食材の研究。栄養価や産地、保存方法まで深掘りします。そして四つ目が料理書や教材の執筆。五つ目は料理教室やセミナーの開催。受講者に直接テクニックを伝授します。六つ目がメディア出演。テレビや雑誌を通じて専門知識を発信します。さらにビジネス色が強まるのが7つ目のイベント企画、運営。そして8つ目。これが今非常に需要が高いコンサルティングです。レストランのメニューをプロデュースしたり、食品メーカーの商品開発をサポートしたり、企業にとって料理研究家の専門的なアドバイスは喉から手が出るほど欲しい宝物なんです。どうですか？想像以上に幅が広いですよね。私は人前で話すのが苦手だけど、家で黙々とレシピを考えるのが大好きという人は開発や執筆に特化すればいい。逆にみんなと一緒に楽しく料理をしたいという人は料理教室運営がメインになる。あなたの性格やライフスタイルに合わせてこの8つをパズルのように組み合わせられる。これこそがこの職業の最大の魅力なんです。3. 才能はいらない。必要なのは再現性と科学だ。料理研究家に必要な8つの資質。料理研究家ってやっぱり特別な才能が必要なんですよね。とよく聞かれる質問ですが、答えはノーです。もちろん、キャラリと光るセンスがあれば武器になりますが、この仕事で長く食べていくために必要なのは、もっと泥臭い科学者的な視点なんです。求められる8つの資質。まず、創造性。誰も見たことがないレシピを生み出す力ですね。そして意外に思われるかもしれませんが、分析力と科学的思考が不可欠なんです。なぜこの温度で肉が硬くなるのか。なぜこの調味料を最後に入れると香りが立つのか。そういった現象を論理的に評価し、改善点を見つける力が求められます。例えば、想像してみてください。新しい唐揚げのレシピを作るとします。一度揚げてみて、なんとなく美味しいで終わらせるのが料理が好き。温度を160度、170度、180度と変え、衣の配合を 1g 単位で調整し、何十回も試作を繰り返す。この忍耐力と継続力、そして細部へのこだわりこそがプロとしての資質なんです。他にも料理教室やメディアで情報を伝えるためのコミュニケーション能力や新しいトレンドを追い続ける好奇心と探求心。これらを持ち合わせている人なら必ず道はあげます。最初から完璧である必要はありません。料理と向き合う誠実さがあるかどうかが
一番の分かれ道かもしれませんね。4、年収300万から1000万超えまで、格差の正体と稼ぎ方、誰も言わないお金のリアル。さあ、ここからは皆さんが一番知りたい、でも聞きづらいお金の話をしましょう。料理研究家の年収は、働き方によって驚くほど差があります。いわば超実力主義の世界です。下記比較表を表示した通り、数字だけ見ると幅が広いですよね。例えば、フリーランスの料理研究家の場合、収入は受注したプロジェクトや講演、著書の売り上げに左右されます。知名度が上がれば、テレビや雑誌の出演料として1回で数十万円からトップクラスになれば数十万円が支払われることもあります。さらに大きな収入源になるのが著書の印税です。ヒット作が出てベストセラーになれば年に100万円から500万円以上の印税が入ることも珍しくはありません。でも覚えておいてください。キャリアの初期段階では安定した収入を得るまでに時間がかかるのが一般的です。まずは教室を運営したり、企業の商品開発に関わったりして複数の収入柱を持つことがこの世界で生き残るための鉄則と言えます。5、最短でプロへ駆け上がる最強の進路フローチャート。高校卒業からプロへ迷わないためのロードマップ。さて、よし、料理研究家になろうと決めたとき、次に迷うのがどの道を通るかです。実は料理研究家になるための決まったレールは存在しません。でも、成功者に共通する王道のステップはあるんです。まずは高校卒業後の選択肢。ここが大きな分岐点です。ルート A、調理師専門学校への進学。ルート B、大学。食品科学、栄養学へ進学。ルート C、いきなり現場で修行、レストラン、カフェ。ルート A の専門学校は、とにかく技術を最短で手に入れたい人向け。ルート B の大学は栄養学や食品科学を深く学び、より論理的、科学的な強みを持ちたい人におすすめです。そしてルート C の現場叩き上げ。これは実践経験を積みながら独学で自分のスタイルを築く。非常にタフでクリエイティブな道ですね。どの道を選んでも共通して必要なのは在学中や修行中からの発信と実績作りです。コンテストへの応募や自分のレシピをまとめたブログ。これらが卒業後のあなたの名刺になります。6、学校選びと残酷な学費のリアリティ。投資に見合うのか。学校選びと費用の現実。学校に行くならいくらかかるの？ここ気になりますよね。正直に言いましょう。食のプロへの投資は決して安くはありません。下記比較表を表示した通り、専門学校なら入学金や授業料に加えて毎回の実習費がかかります。また、包丁セットなどの教材費や生活費も考慮すると、
卒業までに数百万円の投資が必要です。高額に感じるかもしれませんが、これらは未来の自分への投資です。例えば、海外の学校で学べば、国際的な視点とネットワークが手に入り、将来のコンサルティング料や出演料を跳ね上げる武器になります。奨学金制度なども賢く利用して自分の目標に合った投資先を慎重に選んでください。7、資格のマナー。調理師免許は必須じゃない？プロとして認められるための資格の正解。ここで驚きの事実をお伝えします。実は日本で料理研究家を名乗るのに法律上必須な資格はありません。そう。誰でも今日から名乗ることはできます。でも、プロとして仕事を受け、信頼を勝ち取るためには、やはり証明書が必要です。推奨資格をリストアップ。調理師免許。基本的な技術と衛生知識の証明。栄養士、管理栄養士。科学的根拠に基づいたレシピ提案が可能に。難易度は中程度から高めです。フードコンテネータ。演出や企画のプロ、見せ方の技術を証明できます。食品衛生管理者。食品業界で働くなら信頼のベースになります。特に管理栄養士などの国家資格を持っていると、企業からのレシピ開発依頼や健康系のメディア出演において圧倒的に有利になります。資格はあなたの言葉に重みを持たせるためのブースターです。自分がどのジャンルの研究家になりたいかに合わせて戦略的に習得していきましょう。8、憧れだけでは生き残れない料理研究家の光と影。切れ事なしの辛さと魂を揺さぶるやりがい。ここまで聞いて料理研究家で自由で楽しそうだなと思った方も多いかもしれません。でもプロとして生きる以上、当然そこには厳しい現実があります。まず、凄まじい競争です。今はSNS で誰でもレシピを発信できる時代。その中で自分だけのブランドを確立するには並大抵ではない努力と一貫した発信が必要になります。さらに肉体と精神への負担も無視できません。長時間の立ち仕事や調理作業は体に応えますし、フリーランスなら収入の不安定さやメディアからの期待に応え続けなければならないプレッシャーで心身ともに削られることもあります。一つのレシピを完成させるために同じ料理を何十回も作り続ける。そんな作業の繰り返しにふと疲れを感じる瞬間もやってくるでしょう。それでもなぜこの仕事を続けるのか。それはそれを上回る魂の報酬があるからです。料理研究家のやりがい。1、自分の創造性を形にし、独自のスタイルを確立できる。2、健康的なレシピ提案で人々の命と健康に貢献できる。3、次世代の料理人を育て、技術を継承する喜びがある。4、メディアを通じて世界中にポジティブな影響を与えられる。自分が生み出した一皿が誰かの家庭の定番メニューになり、
食卓に笑顔を運ぶ。あるいはあなたの教え子がプロとして羽ばたいていく。その瞬間、これまでの苦労はすべて最高のスパイスに変わります。自分の情熱が社会に貢献しているという実感こそが、この職業の真の楽しさなんです。9、2026年最新トレンド、AI、YouTube、そして世界市場へ。2026年、料理研究家の戦い方が変わる。さて、今まさに私たちが生きている2026年、料理研究家を取り巻く環境は劇的に変化を遂げています。ただ、料理を作って本を出す。そのモデルはもう過去のものです。現代を生き抜く3つのキーワード。1つ目は AI とデジタルツールの活用です。最新の AI は成分分析やレシピの初期案作成において私たちの強力な助手になります。効率的な研究が可能になった。今、人間に求められるのは AI には出せないセンスとストーリーです。二つ目はオンラインと動画の力。YouTube や SNS での発信力は今や最大の資産です。パンデミックを経てオンライン料理教室は当たり前になり、地理的な制約は消滅しました。世界中の人があなたのキッチンのフォロワーになるチャンスがあるんです。そして三つ目がグローバル化と多文化交流。これからは日本語だけで発信するのはもったいない。多言語で情報発信を行い、日本の食文化を世界へ、あるいは世界の食材を日本へ紹介する。そんな国際的な視点を持つ料理研究家の需要が爆発的に高まっています。健康志向、サステナビリティ、AI、これらのトレンドを追い風にできるか、それとも時代の波に飲み込まれるか、2026年の今、あなたは大きな分岐点に立っています。10、どこで働く？料理研究家の多彩な就職先。活躍の場は無限。代表的な9つの就職先。料理研究家になりたいけど、どこに行けば求人があるの？その不安に思う方もいるでしょう。実は、この仕事の受け皿は驚くほど多岐にわたります。専門性を生かす道。一つ目はレストランやカフェ。シェフとしてメニュー開発を主導します。二つ目は食品メーカーや企業。新商品の開発やマーケティング、PR を支える専門家としての道です。三つ目は料理教室や専門学校。講師として次世代を育成します。他にもメディアや出版業界でのライターや出演者、研究機関や大学での食品科学の研究、さらにホテルでのメニュー企画やフリーランスとしての独立など、あなたの専門性次第で可能性はいくらでも広がります。現在は健康志向や食の多様化により、特定のニーズに特化した専門家への需要がかつてないほど高まっています。自分がどの分野で貢献したいかを明確にすれば、必ずあなたを必要とする場所が見つかるはずです。11、未経験から
今すぐ始める最強の3ステップ。今日からプロを目指す。未経験からの3ステップ。でも今はまだ何の経験もないし大丈夫。誰でも最初は未経験です。今この瞬間から始められるプロへのステップをお伝えします。ステップ1、基礎知識と技術の習得。ステップ2、圧倒的な施策とアウトプット。ステップ3、人脈の構築とメディア発信。まずはステップ1、独学でも学校でも構いません。調理技術と調理科学の基礎を高めてください。資格取得を目指すのも自分の専門性を証明する良い方法です。次にステップ2。これが一番重要です。自分でレシピを考案し、何度も改良を繰り返してください。そして、それをただ作るだけでなく、ポートフォリオとしてまとめてください。写真や数値化されたデータは、未経験者のあなたを持つ最大の武器になります。最後はステップ3。業界のセミナーに参加してネットワークを広げると同時に SNS や動画プラットフォームで自分の成果を発信してください。そこで得られるフィードバックがあなたを本物のプロと成長させてくれます。12、あなたの一皿が世界を変える。最後に料理研究家を目指すあなたへ。料理研究家。それは単にレシピを考える仕事ではありません。あなたの知識と情熱が誰かの健康を守り、異文化をつなぎ、そして日々の食卓に小さな幸せを灯す。そんな社会を豊かにするクリエイターです。道は平坦ではないかもしれません。競争も激しく、試作の連続に心が折れそうになることもあるでしょう。でも忘れないでください。あなたが今日挑戦した新しい一皿がいつか世界中の誰かに一番好きな味になるかもしれないということを、あなたの情熱を価値に変えよう。この動画があなたの夢への第一歩になれば幸いです。もしこの動画が役に立ったと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あなたの目指す料理研究家像や、今頑張っていることをぜひコメント欄で教えてください。すべて読ませていただきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。美味しい未来を一緒に作っていきましょう。